皆さんこんにちは、はらぺこなほこです。前回の自己紹介動画見てくださった方、そして YouTube をフォロー、チャンネル登録してくださった方、本当にありがとうございます。いや、想像以上にいろんな方がもう30人超えたのかな、チャンネル登録してくれて、自己紹介動画も100回ぐらい再生されてて、嬉しい、びっくりです。ありがとうございます。これから少しずつ動画を上げながら皆さんの何かお役に立てたらいいなと思っているので、ぜひ楽しみにしててください。で、今日はまずはですね、ちょっと健康についてと体というか病気ってなんで起きるんだろうってことについてちょっと数回に分けてお話ししていこうかなと思います。ちょっとね、最初硬くなっちゃうと思うんですけど、結構抑えておきたいポイントがいくつかあって、私はここに気づくまで何してもね、やっぱりこう表面上の小手先のことばっかりやってたら感知することが少なかったので、皆さんには近道してもらうためにもちょっと体のシステムについてだったりとか、健康についてだったりとかをお話ししていこうかなと思います。で、実はこれ2テイク目なんですけど、1回撮った時にすごく長くなっちゃったので、ちょっと分割して前半編後半編っていう形で撮っていこうと思います。なので、まず前半編はそもそも健康な状態ってどういうことだっていうお話をさせてもらって、後半編はですね、自己紹介でもお話しした心と気と体っていうのを整える一番簡単な呼吸の話をしようかなと思っているので、合わせて見てもらえると嬉しいです。はい。で、早速話していこうかなと思うんですけれども、皆さんの中で健康という言葉を聞いた時にどんなイメージを持ちますでしょうか？多分このチャンネル見てくださってる方って何かしら健康に興味があったりとか、今自分の体に何か不調や不安を感じて見てくださってる方多いと思うんですけど、一回ね、自分の中で健康ってどういう状態なのかって掘り下げてみてもらうと、自分が目指すゴールが決めやすいです。ちょっと今頭の中で3秒ぐらいパパって直感的に考えてみてください。でね、私の健康のイメージっていうのが病気じゃない状態のことだったんですよ。すごいふわっとしてますよね。なんで意識不明で倒れるまでもう風邪をよくひいている体質だったし、扁桃腺をねすぐに腫らすような子供時代だったんですけど、それでも体の状態は健康だと思ってたんですね。今ね、自分の体がめっちゃ健康やと思ってて毎日楽しく幸せに暮らせる人はもう全然それでいいんですけど、そういうちっちゃい不調、あとは私はアレルギー性結膜炎っていうのをずっと持っていたので、ちっちゃい頃からそういうちっちゃい不調はみんな持ってて当たり前で、そんなこと気にする必要がない、大きな病気を持っていないなら健康って思ってたんですよね。で、ただ自分でがっつり体調を壊してみて、心を壊してみて思ったのが、私の中での健康っていうのはこの心と体が心地いい状態。例えば大きな病気がなくても慢性頭痛を持っていたりとか、私みたいにアレルギー結膜炎だったり肌だったり持っている状態とかって、心地よくないなって思ったんですよね。あとはやっぱり私心もずっとうつを患っていたので、そういう毎日がうつうつとした気持ちになって自分のこと攻撃してっていうのも心地よくはなかったんですよね。なので、私のこう体験してきた中で、そしてこのチャンネルで、健康っていうのは、心と体が心地いい状態のことを指す言葉にしていきたいなと思っています。でもこれは別に正解はなくて、それぞれイメージがあると思うので、それを無理に変える必要はないと思うんですけど、私がこの番組内で健康って言葉を使うときは、心と体が心地いい状態っていうところを皆さんに理解してもらえたら嬉しいです。で、じゃあ、もうちょっと具体的にイメージを掘り下げていくと、どういう状態が私の中で健康かなって考えていた時に、大きく分けて3つあるかなって思ってて、1つは朝すっきり起きれて、朝から疲労感がなく元気で、夜もぐっすり眠れるっていう睡眠
に関する不調がないこと。私実はですね、もう3歳4歳物心ついた時から殺される夢を見て、朝4時ぐらいに起きて、でもう二度寝するんですけど、もう幼稚園とか小学校とか中学で起きる時にもうヘトヘトなんですよ。もう毎回心臓バクバクして起きて、二度寝、しばらく寝れなくて二度寝して、で起きたらもうなんだろう、1日経って疲労感マックスの状態で起きてたんですよね。で寝る時も寝つき悪くって、1時間から2時間ぐらい布団に入っても、もう不安とか、なんだろう、なんかね、泥棒が入ったらどうしようとかずっと考えてたんですよ。これで全然寝れなかったの。なんか泥棒が入ってきたらどうやって家族を守ろうとか、そんなことばっかり考えてたんですよね。で本当に不調だったんですけど、それが当たり前すぎて不調って気づかなかったんですよ。で体質改善してって、今は、夜も寝つき早いし、本当に5分ぐらいで寝ちゃうし、朝も眠いんだけどすっきりも起きちゃって家事したりとかっていう風になってきた時に、睡眠の質めっちゃ悪かったのって気づいて、これって健康とは言い難いなって気づいたんですよね。なんで私の基準の1つ目としては睡眠っていうのを大切にしてます。2つ目は花粉症とか、アレルギーとかそういうのを含む長期的だったり慢性的な症状がないこと。アレルギー性結膜炎ずっと持ってたんだけど、小麦やめたらなくなったんですよね。でその時にですね、やっぱりアレルギー言えなかったアレルギー性結膜炎もお医者さんにこれは一生治らない、あなたの体質だって言われて、みんなそういうの持ってるじゃないですか。花粉症もそうやし、何かしらの食物アレルギーもそうやし、だから当たり前だと思ってたんですよ。でこれは別に体の不調じゃないと思ってて、なんですけど小麦やめたらすっきり治りまして、治って思ったのは、そういうアレルギー症状があるっていうのもやっぱり健康とは言い難いなって思ったんですよね。で3つ目、これ心の部分ですね。楽観的に考えれたり、物事を俯瞰して見れるっていうのも健康だなって思う瞬間が多くって、やっぱりどれだけ体が元気でこうバリバリ外で働けたりとか、なんか病院とは無縁だみたいな人生を送っている人でも文句をすごく言ってしまったりとか、あとはこう正しいとか間違ってるとかいう判断だったりとかでこう人を攻撃してしまう、そういう人最近増えてるなって思うんですけど、それって精神的にやっぱり不健康だなって思ってて、ここはねまた心の話でいろいろしていこうかなと思うんですけど、なんでこの睡眠だったりとか、自分に慢性的な症状が出てたりとか、あとは自分の思考がすごく限定的になってたり、視野が狭かったり悲観的だったりって時は、自分の体がちょっと健康から外れてバランスが崩れてるなって思って、戻そうという意識に今は変わりました。でもちろん、この3つが絶対じゃないし、この3つが全部パーフェクトじゃないと健康とは言わないっていう話じゃなくって、私だってまだね、たまに風邪っぽくなっちゃう時もあれば、時々ねストレスが溜まりすぎると鬱にちょっと戻っちゃう時もあるし、人間ってそういう波があるんだけど、そういう自分がどういうことが健康かって決めるっていうか見つけることによって、そっから外れた時にね、体の SOS に気づきやすくなるんですよね。なんでもしこのチャンネル聞いてくれてる人の中でもうちょっと健康について掘り下げてみたいなって人は、どういう状態が自分の中で健康なのかっていうのを一回ね見るじゃないか自分の心に聞いてみてください。なんでね、だるさとか頭痛とか、なんか毎日やる気が出ないとかっていうのは体の不調のサインなので、ぜひねそうなった時は一回立ち止まって1分でも2分でも今何がしんどいって自分に聞いてあげる時間を作るとかもおすすめです。でね、なんかねこれ考えてるとね、この世に一体どれくらいの人がね真の健康な状態の人がいるんやろうって思って、なんでねそういうのもあって、ぜひ心とね体のバランスを取り戻してもらえるようにと思ってこのチャンネルを始めてみた感じです。はい。で
健康な状態っていうのは自己紹介動画でも話した通り、心と気と体っていうこの3つのバランスが整った時に初めてちゃんとこう中心に戻れるよねっていうことなんですけど、例えば朝バナナダイエット覚えてますか？私の世代だと覚えてる人多いと思うんですけど、朝にねバナナを1本か2本食べれば、あとは日中何食べても太らないっていうダイエット法あるんですけど、この3つの視点で考えた時にすごく偏ってるの分かりますかね？まず体の面で言うと、太る原因っていろいろあるはずなのに、バナナを食べれば大丈夫っていうのは、食から考えてもちょっと偏ってるんですけど、ダイエットっていうところにね視点を置くと、まず骨格が歪むとそこから太りやすくなったりもするんですよ。なんで実際に、骨盤を整えたりとか体を自分で整えたりすると、こう太ももが太かった人が痩せたりとかね、お尻がこうキュッて上がったりとかね、体型がどんどん変わっていくので、それで肉が落ちやすくなったりとかってあるんですよね。で、気の部分で言うとやっぱり気が滞ってるとむくみやすいんですよ。なんで本当にね大柄な方は太ってるって言い方が当てはまるのかもしれないけど、今の子って太ってるって言いながら多分結構むくんでるんですよね。なんでちょっとそれはバナナでは解決しづらかったりとか、あとはメンタル面ですね。これ一番大事なんですけど、やっぱりダイエットをするときってポジティブにダイエットするかネガティブにダイエットするかで結果ってだいぶ変わってきて、自分の今の体型が嫌いだとか、あとはこう太ってることがダメだっていうやっぱ否定的な形から入るとなかなか変わんないんですよね。これを食べたら太るっていうその概念で太るんですよ。またこれも面白いんで心の話でしようと思うんですけど、さらっと喋るだけでもちょっと朝バナナダイエットがすごく偏っている、これが本当に健康情報かっていうとちょっと違うよねっていうのがこの3つのバランスで考えると多分見えてくると思います。あとは、例えばやけど整体に通い続けてもなかなか改善しない人、ちょっと良くなるんだけどやっぱ通って触ってもらわないと改善しない人って多いと思うんですけど、整体って外の骨格をいじるじゃないですか。歪みを取るとかね。でもやっぱり例えば心だったら毎日ストレスを抱えていたりとか緊張しだったりとかですぐに体がキューッと硬くなってしまう人だったら、何回行ってもすぐにまた硬くなっちゃうから、やっぱ根本的な解決にならないんですよね。で、気の部分で言うとこれ最近知ったんですけど、どんなに揉みほぐしてもらったり整体とかマッサージで筋肉を揉みほぐしてもらったり元の位置に整えてもらったりしても、気がちゃんと流れてないと筋肉の質って硬いままなんですって。だから施術後にすごい体がだるくなってしまったりとか、揉み返しって言われてね筋肉痛とか言われてるけど、あれもなんか気がちゃんと流れているとすごい軽くて済むそうです。で、あとは内臓面ですね。やっぱりどんだけこう体を外側から治してもらっても食べてるものが体に負担が多くって内臓に負担が多くって、そこで血流が滞ってしまったりとか、内臓負担とか胃下垂とかで落ちてしまったりとかってなると、やっぱどうしても整体だけじゃ難しい、マッサージだけじゃ改善することが難しいっていうことにもなってくるので、やっぱり整体がダメとかそういう話じゃなくてね、3つの方向から自分の体を整えていくってことやっぱ大事だと思います。で、あとは心と体がつながってる話で言うと、例えばうつあるじゃないですか。精神疾患って言われてて、今は症状を軽くするようなお薬みたいなのが精神科の方から出るとは思うんですけどですね、うつっていうのは例えば食で考えると砂糖が結構関係してるんですね。お砂糖って血糖値の上昇と下降がすごく激しくて、それに合わせてやっぱり気分も浮き沈みが激しいってなってしまうので、もちろん元からの考え方、気質だったりとか環境だったりっていうのがあるんですけど、このうつになるそのきっかけを作りやすいのはこの砂糖って言われてたりもします。あとは
プラセボ薬って聞いたことありますかね。偽薬のことなんですけど、新しい薬をこう作る段階でやっぱり新しい薬、新薬と偽物の薬、プラセボ薬を投与して、人間の体がどう変化するかっていう実験をするんですね。そうするとやっぱりね、一定数プラセボの人は自分が偽薬をもらってるって思ってなくて新薬をもらってるって思ってるんで、一定数ね新薬と同じ効果が出る人がいるんですよ。だから本当に病は気からなのなので、そういう体と心のつながりっていうのが科学的にも認められてます。あとは例えばがんとかも今後ね詳しい話していこうかなと思うんですけど、心から見ると頑固な人ががんになりやすいって結構多くの人が言うんですよね。なんでやっぱ病は気からっていう言葉が昔からある通り、心と体っていうのを切り離すことができなくて、気と心が結構通ずる部分があるのかな。なんでやっぱりその全体から見ていくっていうことが、健康を追求するんやったら、健康を求めるんやったら大事になってきます。でこの3つのバランスを整えると何が起きるかっていうと、本当に病知らずになります。病院にも行かなくて済む。本当に私この3年間1回しか行ってない。その1回もね、自分の体調を整えることができないぐらいの予定を詰め込んでしまって、喉が腫れてるのに冷たい海に入って撮影とかしてたんでさすがにですね、自己注力じゃ治んなくて、それでね久しぶりに病院行って抗生物質もらったとかあるんですけど、本当に病院知らずになるし、自分の体を自分で整えて自分の体を自分で守ることができるので、いろんな情報にね左右されなくなります。お医者さん選ぶ時とかも使えると思う。最近ね、薬だけじゃなくてちゃんと栄養指導する整体師さんもいるし、歯科医の人もいるし、もちろん内科医の人もいるし、探せばねいっぱい出てくるんで、ぜひそういう時の参考にもしてみてください。あとは私が実感したのが、肌が本当に綺麗になります。で、心が安定するね。心がすごく安定するし、あとは太らない。私体重が変わらなくなりました。で、あとは多分老けないですね。細胞が劣化しづらくなるので老けなくなっていきます。でなんかいろんな病気とかって遺伝性って現代のね医学で言われてたりもするんだけど、私がいろんな人を見てて思うのは、やっぱり肥満になりやすい人は肥満なものが好きな家庭、食べてるものを見るとそりゃ肥満になるわみたいなものを食べてたりとか、がんになりやすい家系って言われてる人とかも、その食事法をみんなが続けてたらがんになるわとか、糖尿病が家系でよく出るっていうお家の人は無意識的に摂ってる砂糖がすごい多かったりとか、そういうのがあるので、ある程度遺伝はあるかもしれないけど、そのスイッチを押すのってやっぱ習慣とか思考だと思うんですよね。なのでもし遺伝的に何かって言われてる人いるかもしれないけど、自分で変えることもできるので、ぜひできるところから少しずつ始めてみてください。で、最後に健康の情報を得る時のポイントを3つお伝えします。で、1つ目は今まで言ってたこの3つのバランスを大事にすること。得た情報がどこなのかなっていうのと、自分がそれを取り入れた時に他の情報とも合わせてちゃんとバランスよく取れてるかなっていうのを意識するだけでも体質改善のスピードが速くなってきます。で、2つ目はですね、体の違いがあるんですね。何かっていうと、東洋人と西洋人では骨格も内臓も作りが全然違うんですよ。なんでその情報が西洋から来たものなのか、日本独自のもの、もしくは東洋のものなのかっていうのを一旦元をたどった方がいいです。でもちろん体に合ってたら西洋のものでもいいんだけど、どっちかというと日本人は東洋のものの方が体に合いやすいので、そこでも判断することができます。で、3つ目はやっぱり体に合うか合わないかです。一回試してみて、体が本当に合っているのかっていうのをちゃんと見ることが大事になってきます。で、その感じる力を育てるために私は粗食っていうのをおすすめしていて、お味噌汁とご飯の一汁一菜食、もちろんこれ大人ですね。子供は多分ちょっと足りなくなっちゃうから大人なんですけど、
感覚を繊細にしていくことで瞬時に判断ができるようになってくるので、粗食をおすすめしてます。粗食についてもまた違うテーマでお話ししようかなと思っているので楽しみにしててください。はい。で、わお、ここで20分喋ってる、やば次はですね、後半は呼吸のお話をしてみようかなと思います。呼吸はこの3つのバランスが一番整いやすい誰でもできる方法なので、ぜひ次のテーマ、次のチャンネルも見てみてください。とりあえず一旦ここで、ではでは。